Welcome to my channel. Hi, it's Nagi from Nihongo Nest. Today's Japanese podcast is about my hometown. You can follow along with N3 level and above vocabulary on the slide. And if you need English subtitles, please check your setting. Also, if my Japanese speaking speed is too slow or too fast, adjust the playback setting. So, let's get started. 今日は私の生まれた町についてお話ししようと思います。皆さんも自分が生まれた町について日本語で友達に先生にお話しすることがあると思います。その時に私の表現をぜひ真似してみてください。私は愛媛県というところに生まれました。皆さん、愛媛県を聞いたことがありますか？日本は47都道府県ありますが、その中の一つです。四国という大きな島の中にあります。愛媛はみかんがとても有名です。ほとんどの日本人が愛媛県といえばみかんと答えると思います。愛媛県の中でも私が生まれた町は田舎町です。私の家の周りは山に囲まれています。自然が多くてとてものんびりした町です。皆さんはどんな町で生まれましたか？のんびりした田舎町か賑やかな都会、どちらに近いのでしょうか？私は田舎町で生まれたので、子供の時友達とよく山で遊んでいました。山の中でキノコや山菜、山の野菜ですね。山菜を探したり、段ボールにまたがって芝生の坂を滑ったりしていました。隣のトトロに出てくるサツキやメイが住んでいた家の周りに近いと思います。町に近い雰囲気ですね。父と一緒に山菜を取ってきて家で食べることもありました。また時々山にはイノシシが出ます。学校に行ったり帰ったりすることを通学と言いますが、通学中にイノシシに遭遇したことがあります。会ったことがあります。本当に怖くてそこから動けなかったんですが、イノシシもびっくりしたようで逃げるように山に帰っていきました。でも山で遊んでいるとイノシシを捕まえる漁師さんに会うこともありました。今思い出すと全部が楽しかったですね。とても貴重な思い出です。ここまで私の子供の時のお話をしてどれだけ田舎町に住んでいたか分かったと思います。ただ愛媛県で一番にぎやかな町が松山市なんですが、松山市の中心まで車で20分ぐらいです。ですから車さえあれば不便はしません。買い物や病院もすぐそこですね。東京や大阪のような大きな町は電車やバスが多いので車がなくても生活はできますが、愛媛県では車がないと少し不便です。ですから皆さん
車を持っていますね。もちろん家の近くには電車もバスもなかったので、小学校に行く時は歩いて3、40分かかりました。高校の時も自転車で通学していました。今考えると結構大変ですよね。もし日本の田舎に興味がある人がいれば、愛媛県をおすすめします。もちろん日本に行ったことがない人は、東京や大阪、京都をまずおすすめします。やっぱり日本を代表する場所ですから、そこに行ってほしいですね。でも日本旅行をたくさんしたことがあったり、日本に住んでいる人はぜひ愛媛県または四国に来てほしいです。少し愛媛県の観光地も紹介させてください。観光地としてまず有名なのが道後温泉です。日本には温泉がたくさんありますが、道後温泉は日本の中で一番古い温泉だと言われています。ですから外国人観光客もだんだん増えていますね。道後温泉の周りには日本らしいお土産のお店やレストランがたくさんありますから、そちらを散歩するのも楽しいです。温泉の近くに旅館もたくさんあるので、旅館の浴衣を着てお店をブラブラするのも楽しいですね。そして愛媛県はみかんが有名だとさっき言いましたが、日本人にも話題になっていることがあって、それはみかんジュースが出てくる蛇口です。実際に蛇口からいろいろな種類のみかんジュースが出てくるので、みかんの味が比べられてとても面白いです。私も甥っ子とこの前行きましたが、すごく楽しかったです。今日は私が生まれた町についてお話ししました。ぜひ皆さんが生まれた町についてもコメントでシェアしてください。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。